皆さんこんにちは。日本語の先生の静香です。今3時、夕方午後3時なんですけど、日本は昔から3時のおやつっていう言葉があって、だいたい3時ぐらいになったらお腹も空くし、甘いものを食べるとその後また仕事も勉強も頑張れるっていうことで、そういう言い訳があるんですけど、ちょうど今3時になったところなので、まずコーヒーを作って、でお菓子を食べながらちょっと話したいなと思ってます。これ最近弟にもらったんですけど、プレゼントなんですけど、バルミューダっていうメーカーの電気のポットです。ですごく可愛くないですか？白いし、黒もあるんですけど、私は白をリクエストしました。白くて可愛いし、形がこのままこのコーヒーをドリップできる形ですごく使いやすいです。はい。これこれはコーヒーキャニスターですね。コーヒーの粉を入れています。これは新潟県の燕三条っていうところで買ったメイドインジャパンの日本のものです。でこの中に 10g 測れる専用のスプーンも別々で売ってたものを一緒に買って使ってます。このドリッパーも燕三条で買った同じブランドのもので、コーヒーフィルター、紙のフィルターじゃなくて布、コットンかなの布のフィルターを使ってます。これはセットで買いました。はい。多分箱があったと思うんだけど、これです。これがドリッパーの箱で、このコーヒー工具っていう新潟県のものづくりのメーカーです。新潟の燕三条という場所はこういう素材のものでものを作るのがすごく有名な場所で、クオリティもいいし、けどそんな高くないっていう、そんなめちゃくちゃブランドじゃないからそんなに高くないっていうおすすめの場所です。最初にお湯で少しコーヒードリッパーを濡らします。最初にコーヒードリッパーだけお湯で濡らすと、この布なので、でもこのドリッパーにコーヒーの色がつかなくなるそうです。カップも温かくなるし、これは時々忘れるんですけど、コーヒーを入れる前にやっています。この同じメーカーのスプーンで 10g、 1杯1スクープですね。1杯 10g で1人分です。はい、フィルターに入れて、こっちはキャニスターの蓋をちゃんと閉めます。本当はこういうスケール、測りでお湯を何グラム入れるか測るといいらしいですけど、めんどくさいので私はそんなことはしません。適当です。お湯を入れます。最初のお湯入れたら20秒ぐらい待ちます。20秒ぐらい待つとこのコーヒーの豆がいい感じになるそうです。よくわかりませんけど。今日は私の仕事について話したいんですけど、私は今オンラインのチューターだけをしてるんですけど、日本語学校で働いたこともあります。日本語の先生だけじゃなくて、先生の仕事って結構大変だって皆さんどの国でも想像できると思うんですけど、具体的にどんなことをしてるか、外国語で仕事を紹介するのって結構難しいと思うんですけど、皆さんも私の話を聞きながら、自分だったら自分の仕事をどうやって人に説明するかちょっと考えてみてほしいなと思ってます。
はい、お待たせしました。コーヒーです。今日はミルクを入れないでブラックで飲みます。ホットコーヒーです。私は甘いものが好きなので、コーヒーを飲むときはお菓子を一緒に食べたいんですけど、できるだけ家の中にお菓子をたくさん置かないようにしていてすみません、今皆さんに見せられるものがチョコレートしかありませんでした。私はチョコレートが大好きなんですが、これはロッテのガーナっていう名前のチョコレートのシリーズで、でもちょっといいやつ、プレミアムガーナ。なんか季節限定の冬だけのものだと思ったけど、そんなことはどこにも書いてないね。ああ、書いてあった。ここに季節限定って書いてあって、はい、なので冬限定、冬のチョコレート、冬のリミテッドのものですね。これが美味しいってインターネットで見たので買ってみました。でもう一個大きい袋捨てちゃったのでちっちゃいのしかないんですが、これはカカオが 72% 入ってるビターなやつ。こっちは明治のチョコレートです。はい、いただきます。日本のお菓子のパッケージってすごいですよね。こんな感じ。これ多分薬局、ドラッグストアで400円ぐらいで買ったんですけど、いくつ入ってるんかな。12枚入り。そうで、仕事の話ですよね。日本語学校は大抵朝9時から夕方の5時くらいまで授業があって、1レッスンは45分です。午前に4レッスン、午後に4レッスン、全部で8レッスンですね。で、午前だけ午後だけの学生もいるし、たくさん勉強するコースなら朝から夕方までもう一日中勉強します。先生についてはフルタイムとパートタイムの先生がいるんですけど、1日8レッスン全部することは絶対にないです。多くて6レッスンですね。フルタイムの先生は日本語を教えること以外の仕事ももちろんたくさんあります。先生の仕事ってその1レッスン45分間授業を頑張ったらそれで終わりじゃなくて、準備とその後の仕事がとても大切なんですね。学生に新しい文法を教えるときは教案という授業のプランを作ります。どんな順番で教えて、どれだけ時間を使って何をホワイトボードに書いて、最後ゴールはどこか、そういうことを授業の前にちゃんと考えないといけません。で、パワーポイントや何かこういうものを使うならその準備も必要ですね。ちょっと、リアルな話ですけど、この準備の時間ってお金は出ないので、でも時間はかかるんですよ。だからそれが大変ですね。で、先生たちはみんなプロで学生からお金をもらっているので、学校は授業のクオリティを同じレベルでキープしないといけませんよね。だから新人の先生は教案を先輩の先生に見てもらって、もちろん授業も見てもらって教え方を勉強します。はい、生チョコ。ちょっと待って、なんか柄が違う。見てください。見えるかな。こっち今私が開けたの、これ多分イチョウの葉っぱ、英語で銀行だけど、このパッケージはバラです。なんか今まで全然気づかなかったけどいろいろあるみたい。おいしいです。はい、朝9時から45分のレッスンを2つしたら、その後午前のクラスはまだ2レッスン残ってますけど、そのまま2レッスン同じ先生が
やることもあるけど、違う先生にバトンタッチすることも多いです。でバトンタッチをするときはその日何を勉強して学生はどんな感じだったかを次の先生に伝えます。これを引き継ぎと言います。仕事を引き継ぎます。簡単な引き継ぎをしたら次は記録を書きます。ノートに書いたりオンラインのスプレッドシートに書いたりします。今はオンラインで見れるようにしている学校が多いと思います。日本語学校の場合は一つのクラスを4人くらいの先生で担当しますから、その先生たちが今日クラスで何をやったかちゃんと知れるようにしているんですね。なので、授業の後は報告のレポート、記録を書いて、でもまだ仕事は終わりません。その後は学生の宿題をチェックしないといけません。でこれが結構時間がかかるんですよ。クラスにはだいたい10人くらいの学生がいて、みんな毎日漢字の宿題とか文法の宿題とかエッセイとかをするんですね。だから全部で20枚くらい宿題の紙をチェックすることもあります。しかもマークシートだったらチェックも簡単ですけど、それじゃあ学生のその書く練習にならないから、学生が書いた日本語の文を一つずつ見ないといけないですよね。でもみんな学生だから正しいものばかりじゃないですから、それを読んで何が言いたかったか考えて学生のレベルの正しい日本語に直す。それがなかなか難しいし、授業の後1時間ぐらい残業することもありました。日本語学校でグループレッスンをする先生の仕事はだいたいこんな感じだと思います。皆さん、お金のことも知りたいですか？調べればわかることなのでちょっとだけ教えちゃいますけど、東京の学校なら今は最低が1レッスン2000円ぐらい、1800円ぐらいみたいです。それはキャリアによって上がります。キャリアが長い先生ならパートタイムでも1レッスン3000円以上もらっているはずです。私が日本語学校で働いていた時は今より物価も安かったし、東京じゃなくて京都だったので最初は1500円スタートでした。この1500円って日本の給料を考えると普通のアルバイトよりは高いんですけど、でも準備と残業が絶対あることを考えると結局レストランのバイトより安いんじゃないってちょっと思うことはたくさんありました。すみません、ちょっとダークな話なんですけど、はい。日本語学校の仕事で良かったのは、やっぱりいろいろな先生と会えて教え方をちゃんと勉強できたことです。で日本語の教師として学校で働く経験は必要だったなっていうふうに今は思ってます。それで自分がどんな先生になりたいか分かったし、得意なこと苦手なことも見えました。仕事ってやっぱりどんなものでも大変だと思うから、好きな仕事でもしんどいことはあるし、結局人が一番大切だと私は思ってるんですけど、日本語の先生はみんな優しいというか静かで待てるタイプの人が多いと感じました。そういう仕事だから多分。で仕事の大変さとか学校のブラックさとかはもちろん学校によると思います。
でも私が働いたポーランドの日本語学校はめちゃくちゃやばい学校だったので、いつかこの話ができたら面白いと思います。ちょっと話すのに勇気が必要なので、もう少し時間が欲しいんですけどでも結構やばいその時は結構やばい学校でした。今は分かりません。これね、なんか外は硬くて、パリッとした薄いチョコレートで、中がガナッシュみたいな柔らかいチョコレートが入ってて美味しいです。皆さんも日本のチョコレート試してみてください。なんかでも私が一番好きなチョコレートはヨーロッパのスーパーで買った安いチョコレートで、板のチョコレートなんですけど、板チョコ、こういう四角いチョコレートで、チョコの中にレーズンが入ってる、レーズンとナッツが入ってるチョコレートが今まで食べたチョコの中で一番じゃないかもしれないけど、なんか一番好きな感じでした。安いし、もちろん安いからたくさん食べられたのが多分それも理由だったんですけど、なかなか日本にないんですよね、レーズンの美味しいチョコレートが。はい、アメリカじゃないドイツのスーパーのリドルっていうリドルでリドルのプライベートブランドなんですけど、パッケージが紫色で、その時は多分80円ぐらい、昔は80円ぐらいで買えたと思います。今は分かんないけど。皆さんヨーロッパの学生さん、日本に来る時はリドルのチョコレートをお土産に持ってきて私にください。お願いします。はい。皆さん、今日の話はどうでしたか？私はそんなに難しい言葉は使ってないけど、仕事を日本語で説明するのはなかなか難しいですよね。でも、お仕事何ですか？どんなことしてるんですか？って聞かれることは多いと思うので、一度皆さんも自分の仕事や勉強していることをちょっと整理して、それに必要な言葉も調べて、何をしてるか、どんなことが必要か、どうしてこの仕事してるか、何が好きかとか、一回きれいにして考えてみてから話す練習をするのがいいかなと思います。仕事の他にもアルバイトとか日本で働くことについて面白いエピソードがまだまだあるので、またそういう話もしたいなと思ってます。今日はここで終わりです。ここまで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次の動画までよろしくお願いします。バイバイ。